こんにちは。お疲れ様です。今週1週間あっという間に経っちゃいましたね。私は毎日同じことしかしてないんだけど、家でいろいろやって、たまにジムに行ってっていう感じで、この肩こりはちょっと慢性気味なので治ってはいないんですけど、前に言ったみたいにひどい肩こりから徐々にちょっとずつ楽にはなってきたんですけどね。相変わらず左の僧帽筋が常につりそうっていうのはね、ずっと続いてて、それは不快だなっていう風に感じてます。で、首がビキッとした首はね、だいぶ良くなってきたんだけど、ちょっと可動域がまだちょっと狭いっていうか、なので朝は毎日簡単にヨガをやってますね。肩とか首中心のヨガをやってます。で、日によっては夜もやったりとかするんですけど、まあできるだけね、本当はやった方が、すいません、なんかね、あくび出ちゃった。そんな感じで、はい。なんかめっちゃテンション低いんですけど、すいません。今ねちょっとね、ベッドにね寝っ転がって喋ってるんで、ちょっと声もくぐもってるかも。あのまあそんな感じで、私は元気に、いつも通り元気に生きてます。この前の日曜からね、もう日曜だから1週間近く前か、前の日曜の朝から生理になってね、だから若干ちょっとテンション低めにあのここの1週間は過ごしたかなっていう感じです。昔は結構生理痛がひどかったんだけどね、ここ数年は生理痛がだいぶ、ほぼこう腹痛っていう、鋭い痛みみたいなね、生理痛はなくなったので、すごくそれは楽ですね。体の倦怠感とかね、ちょっと貧血的な症状っていうのは出たりするんですけれども、あの鋭い痛み、腹痛っていうのはもうなんでかわかんないんだけど、ここ数年なくなってね、それがなくなっただけでだいぶあの楽です。あの生理痛の薬って私常に持ち歩いてて、生理じゃない時もね、全てのバッグとか全てのポーチとかにね、全部仕込んでるんですよ。で、定期的にこう新しいのに入れ替えたりするんですけど、最近ね、そもそも生理痛がないから薬減らなくって、家にストックしている生理痛の薬もね、使用期限過ぎちゃったりしてるんですよね。まあちょっとぐらい過ぎても使えるだろうから新しいのは買ってないんですけど、そうだからね、多分ね3年くらいは生理痛の薬買ってないんじゃないかなって思います。それまではね、本当に全部の持ち物に仕込んどかないと、ちょっとまずいっていうかね、こう生理になったりとかすると、もう腹痛はセットみたいなもんだったんで、そう考えるとね、すごくこのお腹の痛みがなくなったのは快適だなって思ってます。ちょっとなんでそれが良くなったのかは分かんないんだけど、ただね、相変わらず生理前のすっごい甘いもの食べたくなっちゃうとかね、そういうのはね相変わらずなんだよね。今回は結構パンが食べたくなっちゃって、甘いものとパンが食べたくなって、あの菓子パンはやめたんだけど、その代わりね、スーパーで売ってるいわゆるフランスパン、実際のお店でちゃんとしたパン屋さんの硬いバケットとは違って、フランスパンって売ってるじゃないですか。バケットの形したちょっと柔らかめのやつ、スーパーで普通にそれを1本買ってきてね、その1本普通に一気食いしましたね。おやつに蜂蜜とかたっぷり塗って、まあいっかって感じですね。なんか
一応体重のその減量を3月末から始めたって言ってるんですけど、最近はね全然、いやっていうか最初からあまり食べる制限はしてないですね。お菓子のバカ食いだけをやめたってだけで、相変わらずその11時とか12時とかになんか食べたいなって思ったらなんか食べちゃうとか、ラーメンとかも食べちゃったりしてるんですけど、そういうのは相変わらずなので、これ以上体重をもうちょっと下げようとしたら第2段階であの寝る直前の夜食は我慢するとか、そういうのはした方がいいかもしれないですね。ね。あとね、その生理前のなんとなくこう変な食欲が出ちゃうっていうのはちょっと嫌だなとは思ってたんだけど、ふと思ったらね、あの私1年くらい前からちょっとずつ生理の周期が乱れてきたんですよ。だからちょっと生理来るの遅れたりとか、逆に前の生理から結構早く来ちゃったりとか、そういうのがちらほらと最近あるんですけれども、今回もね、ちょっとあれもう来たのっていう感じで少し早めに来たんですけど、今から思うとその前日ぐらいにやたらとなんか変にパンとか甘いものとか食べたくなったのは、あれは生理前だったからなんだなって分かって、あのよく考えたら生理不順になってもその変な生理前の変な食欲とか甘いものへの欲求が起こるっていうの、その症状は変わらないから、それをバロメーターにしたらあの生理前のアラートみたいな感じで、あのある意味便利かなっていうふうにも思いましたね。あんまりこの変なお菓子とか甘いものとかパンとかの欲求は来てほしくはないけど、生理になるなっていうアラート機能としては便利だなっていう、そんな話。いやーにしても最近ね、暑くなったり、たまにその次の日に雨が降ったりとかすると急に気温が下がったりとかで、結構ね気温変わりますよね。でめっちゃ暑い日とか今週あったりとかしたんだけど、すごい暑かったからね、喉がめっちゃ乾いて、いっぱい麦茶飲んだりとか緑茶飲んだりとかすごいしてて、なんかすごい喉乾くんだけどと思ってめちゃめちゃ飲み物飲んでたんですよ。でちょっと自分こんなに喉が渇いて大丈夫かなって少し心配になったんですよね。こんなに喉が渇くなんて、私糖尿病になったんじゃないかなとか思ってちょっと心配になっちゃって、糖尿病の初期症状とかであるじゃないですか、喉が渇くとかって。でもね、その何日後かに気温がちょっと低い日があったりとかして、その日とかね全然喉乾かなかったんで、やっぱり急に暑くなったから体もね、温度調節のためにもしかしてすごく水分を欲しただけだったのかもしんない。多分糖尿病で喉が渇いたんじゃなくて、急に暑くなったから急に汗とかもかいて、急に体のが体温とか下げようとして、もしかしたらねすごく水分を欲したのかなっていうふうに今は思ってます。なんかね、あのちょっといつもと体調とか何かが体で違うと、あれ病気かなとかさ、そういうのちょっと思ったりとかしますよね。あんまりこう気にしすぎも良くないのかもしれないですけど、年齢的にもね、あのなんていうか、生活習慣とかをちゃんと気をつけないとすぐ体調に出てくるような年代なので、現在47歳ですのでね、もう50
の方が近いアラフィフ世代になってきましたので、まあそういう意識も大事っちゃ大事なのかななんて思ったりします。それに比べてやっぱり若い時、具体的にはそうね、20代の時とかさ、ああいう時期って本当にジャンクなものとかね、そのマックとかさ、そういうものとかをバカ食いとかしてても別に体調とか多分そんなに崩してるあの子はいなかったと思うんですよね。私は比較的若い時はそこそこ食生活もきちんと気をつけたりとかはしてたので、もちろんジャンクなものとかも食べるけど、偏ってずっとそういうのを食べ続けるっていうことはしてないタイプだったけど、やっぱね周りにはね食生活がすごい適当な友達とかも結構いたよねっていう感じで、本当にこう糖質が多いし油は多いし添加物も多いし外食とかコンビニばっかとかね。それでもねやっぱ若い時ってね、あの体調崩さずに元気だったりするんだよね。やっぱその若い時の体の若さの時期のギフト期間ってすごいなって思ったりしました、今から思うと。もちろんねそれを続けてたらきっと今の年代になってなんかね支障が出たりとかしちゃうと思うけど、20代とか、30前半とかぐらいまで不摂生したら後に出ちゃうかもしれないけど、アラサーぐらいでね心を入れ替えてね心を入れ替えてっつうのかな、健康に気を使ったりとかしたら結構、まだ間に合うかなっていう感じなんですけどね。とにかく若い時は変なもん食っててもみんな結構元気なっていうのは、やっぱ若いっていうのはすごいことなんだなっていうか、その生命力みたいのってすごいんだなっていう風のを改めて思い返したりねしました。いやなんか今はねすいません、今ちょっとベッドに寝っ転がってて声がくぐもっちゃうんだけど、あのちょっとね肩こりとかもね、その2週間前くらいのピークの時よりは少しは良くなってきたんだけど、ちょっと肩こりがひどいからちょっと横になりたくなっちゃうっていうのもあるんですよね。ヨガとかはしてるんだけど完全にはなかなか治らなくて、このパソコンとか使ったり何時間も止まって何かやってるのっていう生活をもしかしたら3日くらいそういうのしなければ治るのかもしれないけどね、一回直した方がいいのかな、どうなんだろう。とにかくねすごい不快なのが左の僧帽筋が常につりそうっていうのがすっごい嫌で、なんか今はねそれがすごい不快ですね、常に。でこの前首をビキってやったその首は、前よりはだいぶ徐々にあのすっきりとは治ってないんだけどだいぶ良くなってきたかなっていう感じで、それはねなるべくヨガとかをやって伸ばすようにしたりとか、安静にしたりとかはしてるんだけど、ただ同じ体勢でずっとパソコン見てっていうのをねやっぱやってるとまたちょっと悪くなっての繰り返しなのでね、ちょっとねどうしようかなって感じですでもね前みたいにね毎日10時間やるっていうのはやってなくっていうか、それやったらねもう多分ね首とか肩とかまた首とか、また言っちゃったとにかく多分体的にもう無理だと思うんで、それはちょっとできないんですけど、だから今5時間ぐらいに減っちゃってるんですけどね。
でなんか私が10時間とか何時間とか何をやったとか言ってるんですけど、本当にやってる時間の記録をつけてるんですよ。あの今始めたな、何時何分スタートしたなっていうのを書いて、よしちょっとトイレ行くぞとかいう時に休憩に入るから何時何分って書いて、でまた戻ってきてちょっとお茶飲んだりとか少しリフレッシュして、少し休憩してからまた始める時に何時何分からっていう風に、結構私何かをやる時時間でその自分のやるノルマを決めるというか、負荷を決めることにしてるんですよ。ここまで例えばなんかの、そうだな、なんかの勉強をしてる時とかでもテキストに付箋を貼って、今日何日はここまでやる、何月何日はここまでやるとか、そういうのもやるんですけど、それと同時に絶対勉強朝何時間夜何時間やるぞとか、朝夜だけじゃなくてもいいんですけど、毎日3時間は必ずこれの勉強をしようとか決めて、で時間でやった方がやりやすいんですよね。テキストとかだと結構その内容的に簡単なところはサクサクサクっていっちゃうところもあるし、重要項目とかだとその1ページで何時間もかかったりとかすることもあるので、結構ね時間で今日はこれくらいやるっていう量を決めたりしてます。で意外とねなんとなく今日2時間やったなとか、なんとなくこれくらいやったなっていうのって結構当てにならないので、結構きっちりねこう時間をね何時から何時までっていう風に書いてやると結構達成感もあったりとかして、そんな感じで勉強なり何かをやると決めたタスクなりはやるようにしてます。でね、やっぱね10時間とか今ねパソコン見ていろいろ調べ物したりなんかやったりとかするのってちょっと今の私には無理かもっていう、どうしようっていう感じなんですけどね。とりあえず今5時間くらい、5時間は少ない日かなにはなっちゃってますけど、なんかねうまくどうしようかなって思ってます。その2時間やったら例えば20分ヨガをするとか私あんまヨガ好きじゃないからでもなね、困りますよね。なんかだからすごく肩が痛いとか首が痛いとか、そう不調を感じる前に多分ちょこちょことこまめなストレッチとかこういうのをこまめに挟んでったらあれなんですかね、結果的にあのこの首とか肩とか腰とかを悪くせずにできるかなっていう。あとジムに行ってさっとジムに行ってさっと帰ってくるっていうのを、やっぱ体を動かすっていうのを入れないと、そのメンテナンスとしてね、なのでちょっといろいろ難しいのかなっていう気がしてますかね。でもね、なんだろう、会社で8時間ぐらいは働けるじゃないですか、余裕で。その違いは何なんだろうなと思ってるんですけど、うーんでもそっか、結構会社での8時間だと作業って言ってもあれですもんね、なんていうか永遠に何かキーボードを叩いてるとかそういうんじゃないですもんね。話したりとか、そのなんだろう、その考えたりとか電話したりとか、ちょっと資料を取りに行ったりとか、うん、そうですね、こう先方とかにメールとかチャットとかを打つ時とかでも、それを3時間4時間続けて打ち続けるなんてこと絶対ないですもんね。なんかそう考えると同じことをあの何時間も続けるっていうのは
全然オフィスワークよりもずっと辛いなっていうのをね実感しましたね。あと会社とかってさ、なんかちょっとあの真面目にやってるけど、もちろん真面目にやってるけど、途中で一瞬横の人とかさと無駄話するじゃないですか。本当に一瞬。その無駄話、一瞬って言ってもそれが5分くらい続いちゃうことあるんだけど、なんかそれがね、自分にとっても、その話しかけた相手にとっても気分転換になったりとか、あとはそういう途中でね、なんかちょっと関係ないことを話すことによってお互いなんかこうコミュニケーションを今後も取りやすくなったりとか、そういうのもあるので、いいことかなとは思うんですけど、そんな感じで結構オフィスワークって言ってもデスクワークって言っても、ずっとキーボードを何時間も同じことをパチ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 やってるとか、そういうことじゃないので、やっぱりね、8時間くらいは余裕でそういうオフィスワークだったらできるかな、できてたなっていうふうに今思い返すと思ったなっていう話。あと刺激もありますよね。このなんか、なんて言うんだろう、その物事が動いてるじゃないですか。で何かハプニングっていうか、何かが起きてそれに対応してとか、そういうこう自分だけじゃなくて、こう大きな波と、そのやるべきことと向かってることと、一人でやってることとみんなでやってることとっていう、なんかそういうのがあって、やっぱそれがその会社で働くことの面白さっていうのはあるなっていうのは感じてましたね。なんかめっちゃ話が飛んで、何が話したかったのかちょっと分かんなくなってきましたけど、ちょっとね、今回はいつも以上に特にね、話のネタもないし、なんかね、別にすいません、なんか話すことないんですよね。別に今週もいつも通り1週間過ごして、今週は生理でしたとかさ、そういう話でパンいっぱい食っちゃいましたとか、肩こりが治りませんとかそんな感じで、なんだろうな、今週のあとね、今日ね、そういえばね、ニンニクのね味噌漬けを作ってみました。この前ね、動画でもさちょっとニンニク剥いてる映像を上げてたけど、この前はね醤油漬けを作ったんだよね。でね、ちょっとね、醤油漬け以外にね、あの味噌漬け作ってみたいなと思ってたのさ。あのよくさスーパーで売ってるさ、味噌かつおにんにくってあるじゃないですか。漬物コーナーとかに。あとしそかつおにんにくもあるかな。あれってさ、口当たりよく作られてて、普通にご飯のおかずとしても美味しいですよね。ただ添加物もりもりの味ではあるんですけど、だから味噌系は絶対美味しいだろうなと思って、はい、今日ね味噌作ってみました。あのねレシピはね、普通に味噌を 100g くらいと、みりんをね、多分大さじ3くらいのみりんかな。あとは唐辛子をちょっと入れただけなんですけど、みりんはレンジで30秒くらいチーンとして、味噌に混ぜて、フリーザーバッグみたいな、ジップロックみたいなやつに味噌とみりんと唐辛子入れて、それでね、今回はね剥いたにんにくを生じゃなくて2分くらい茹でてみました。でそれをつけてもみもみちょっと軽く揉んで、今冷蔵庫に入れてるんで、今回はね茹でたんで多分 2,3 日で食べ頃って書いてあったような気がする。適当にネットでレシピを見たんですけど、だから 2,3 日後くらいにはつき上がってるかなと。
ただね、味付け的にはさっき言ったスーパーで売ってる味噌カツオニンニクとかみたいに甘い感じじゃなくて、まあ、みりんちょっと入れただけだから結構しょっぱめ系な味付けになるだろうなとは思ってます。この前作った醤油漬けはね、茹でなかったからかな、食べ頃が1ヶ月後くらいなんだけど、今回今回は茹でたので、多分それで23日後に食べれますみたいなレシピに載ってたんで、どんな味になるのかなってちょっと楽しみです。やっぱね、ニンニク食べるとね、やっぱり違う気がするので、これでねうまくいったら夏とかももしかしたらいつもより夏バテしないかも。まあここ最近引きこもりなんでね、毎年特に夏バテらしい夏バテっていうのはしてないっちゃしてないんですけど、まあそんな感じで、なんかちょっと寝っ転がって喋ってると本当になんて言うんだろう、ちょっと喉があのこの声がくぐもりますね。なんとなくちょっと発音しにくいかも。こうこのダラーンとした感じの声になっちゃってる感じですね。はい、そんな感じで今週そんな感じでした。もうすぐ梅雨になると思うんですけど、あれ梅雨入ってんのかな、ちょっとわかんないですけど、皆さんもどうぞお体気をつけて。はい、それではまた。